どうも、石原慎太郎です。今日はな、若いのからよく聞かれるテーマだ。人に舐められたとき、どうしたらいいですかってやつだ。先に言っとくが、舐められたままヘラヘラ笑ってる人間に、運もチャンスも回ってこない。政治の世界なんて舐め合いどころか噛みつき合いのジャングルだからな。そこで生き残ってきた流儀を少し教えてやるよ。まずな、舐められたと感じた時点でもう半分負けてる。なぜかわかるか。お前が自分の立場も覚悟もはっきり見せてないからだ。存在感が薄い。輪郭がぼやけてる。そういうやつは学校でも会社でも国会でも必ず舐められる。だから最初の対処法はやり返す前に名乗りを上げることなんだよ。お前は何者で何を守ってどこまでは絶対に引かないのか。それを決めて最初から態度と行動で示せ。俺は都知事時代ディーゼル車規制をやった。業界からも国からも散々文句を言われた。石原やりすぎだ、経済がなんて泣き言もあった。あれもある意味都民ごと舐められたんだよ。どうせ東京は本気でやらないってな。だから俺は最初から喧嘩を打った。嫌なら出ていけ。排ガスまき散らして商売したいなら他所でやれだ。結果どうなったか。最初は文句を言ってた連中も実際に空がきれいになったら何も言えなくなった。ポイントは簡単だ。言葉だけで異性を張るんじゃない。舐められたら結果で黙らせる。これが一番効く。次に今の政治家やビジネスマンを見てて笑っちゃうのはな、舐められたと怒ってるくせに、自分から土俵を下げてることだよ。相手のペースで切れて、相手のレベルまで落ちていく。SNS で言い返したり、陰で悪口言ったり、子供の喧嘩か、そんなものは相手からしたら、ああ、聞いてる聞いてるで終わりだ。舐められた時にやるべきことは3つだ。まず1つ、感情は凍らせる。怒鳴り返すのは最後の最後でいい。政治でも同じだが、本当に怖いのは静かに方針を変える人間だ。次に2つ目、距離を決める。この人間とはどこまで関わるのか。利用するのか、切るのか、戦うのか。中途半端に笑ってごまかすから余計に舐められる。最後に3つ目、ここだけは絶対に振らせないという一線を行動で見せる。セクハラでもパワハラでも金の話でも境界線を越えたら静かにしかし徹底的に反撃する。これを1回やると周りは、あ、こいつは本気だと学習する。ここで今時の舐められたら飽きまへんと看板掲げてる政治家の話も少ししようか。女性だろうが若者だろうが舐められやすい立場ってのは確かにある。ただな、私は弱い立場だから舐めるなっていうだけじゃ世の中は変わらない。大事なのは舐めると損をすると周りに理解させることだ。言葉で道場を集まっても行動で計算させなきゃ意味がない。俺が尖閣の話をぶち上げた時も、あれは中国に舐められっぱなしの日本に少しは危害を思い出せと言いたかっただけだ。ああ、また勇ましいこと言ってると笑った連中もいたが、少なくとも世界はあれ東京白にとは別に動くのかと注意を向けた。これが存在感であり舐められないということだ。外交も会社の会議も一緒だ。いてもいなくても同じな人間が一番舐められる。じゃあ普段どうすればいいのか。結論を言う。舐められた時に慌てて強がるんじゃ遅い。日頃から3つのことを積み上げておけ。1つ、言葉。嫌なものは嫌だと短くはっきり言えるかどうか。遠回しにヘラヘラ笑う癖をやめろ。2つ、仕事。人が真似できない結果を1個でいいから持て。それが最強の鎧になる。3つ、人を見る目。すぐ人を下に見るやつとは最初から深く関わらない。そういう人間は大体自分の中身のなさをごまかしてるだけだ。最後に少し残酷な真実を教えてやる。人間、誰かを舐めることでやっと自分を保っている弱い連中が世の中には山ほどいる。そいつらを全部更生させようなんて成人でも無理だ。だからお前がやるべきことは、舐められてもいい場所と絶対に舐めさせない場所を自分で選び取ることだよ。家族にだけは格好悪いところを見せてもいい。でも自分の仕事と信念だけは絶対に安売りしない。俺はそう決めて生きてきた。舐められたくないならまず自分で自分を安く扱うのをやめろ。こびるな、言い訳するな、群れて安心するな。覚悟を決めてやることをやれ。そういう人間は最初は叩かれても最後には一目置かれる。人の心なんてな、きれい事じゃ動かない。強さと筋の通ったわがままに結局みんな惹かれるんだよ。